はい、皆さんこんにちは。レトゲビーキです。本日は先ほど、東京の練馬区にあります2つの、中古ゲーム、レトロゲームを売っているお店に行ってきましたので、そちらで買ったものを紹介していきたいと思います。まず1店舗目がですね、大泉学園駅から近くにありますハードオフ大泉学園店に行ってきました。こちらは半年前にも一度行ったんですけれども、こちらのお店は品揃えもすごく良くて、状態がいいレトロゲームがたくさんあるということですごく好きなお店なんですけれども、ちょっとまた行って、買ってきましたので紹介したいと思います。はい、購入してきたもの1点目はこちらの任天堂 DS 用ソフトおしゃれ魔女ラブ&ベリー DS コレクションです。こちらジャンクで購入金額330円でした。これはなかなかやばいものだと思います。このラブ&ベリーっていうソフトはですね、僕は正直そんなわからないんですけども、カードリーダーがついてまして、これでカードをスキャンして遊ぶっていう DS のソフトなんですけども、とにかくこのカードリーダーだけでも結構高いんですよ。今5000円ぐらいしまして、でこちらのラブ&ベリーのこの限定、このボックス仕様っていうんですかね、こちらですと普通に買うと5、6000円はしますので、こちらがなんと330円っていうのはかなり、お買い得だったんじゃないかなと思います。もちろん箱はものすごくボロボロだったんですけど、もう蓋も閉まらない状態で、でもですね、これもうちらっと中身が見えてですね、このカードリーダーがここに見えてるんですよね。この時点でもう爆アド確定ということで、かなりテンションが上がりながら購入してきました。ちょっと中身を、見ていきたいと思います。でさらにですね、これもしこの同梱版のこのカードももし入ってたらさらに、熱いということで、カードも入ってるかちょっと見ていきたいと思います。はい、まずもうこのカードリーダーですね、もう中身が見えてましたけど、はい、このような状態で汚れはあるんですけれども、ちょっと起動するかどうかはわからないので、後で動作確認してみたいと思います。で奥の方にちゃんと今中を覗き込んだらアタッチメントも入ってましたね。これでちょっとカバーするようなアタッチメントも出てましたので、任天堂 DS と DS ライトで、このアタッチメントが必要なようなので、これもついててよかったなと思います。はい、じゃあちょっと中身を見ていきたいと思います。でこちらがソフトですね。で内箱の中はこのような感じで、ソフト以外は入ってませんでした。それではこの中にカードがもし入ってればすごく嬉しいなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、まずソフトは入っていました。で説明書も入ってますね。でカードはどうでしょうか。そうですね、カードはどうやら入ってませんでした。ただこのカードリーダーが入ってるっていうことで、これはかなり良かったなと思います。はい、そして購入してきたもの2つ目はこちらの PSP の、これは空箱ですね。空箱をジャンクで購入してきまして、購入金額は550円でした。でこういった、ハードの空箱っていうのも今すごく値段が上がってまして、やっぱり箱付きのものってなると本当に数千円ぐらい高くなりますので、箱だけでも綺麗なものがあればちょっと集めておきたいなということで、見かけたら、買うようにしています。でこちらの
箱もとても綺麗な箱でしたので、中身は多分何も入ってないと思うんですけど、買ってみました。こちら広島で買われたものらしいんですけども、これが、14年の時を経て、東京に流れ着いたということで、じゃあちょっと中身も見てみたいと思います。おそらく何も入ってないとは思うんですけれども、はい、そうですね、もう中は空っぽですね。説明書も入ってませんでした。はい、ということで PSP の空箱でした。はい、そして購入してきたもの3つ目はこちらもジャンクコーナーから、購入してきました PSP のこちらも空箱です。こちらも550円でした。で、同じ空箱ではあるんですけど、こちらはこういったイヤホンですとか PSP のケースが同梱していたバリューパックのような、ものですね。そちらの箱になります。で、こちらもなかなか状態も良かったので、箱を飾っておくにもかっこいいかなと思って買ってきました。で、こちらちょっと重さがありまして、ちょっと中身もしかしたら何か入ってるんじゃないかなというちょっと期待も込めて、ちょっと開けてみたいと思います。はい、どうでしょうか。そうですね、これは説明書が PSP の説明書が入っていましたね。はい、付属品とかはなかったんですけど、説明書もついてたということで、はい、良かったかなと思います。はい、そして2つ目のお店が、石神井公園駅から近くにあります G ファン石神井公園店です。こちらはですね、もう昔からずっとあるような、街のおもちゃ屋さんという感じで、古いレトロゲームもたくさん置いてまして、もうすごく入った瞬間に本当にテンションが上がるような懐かしいゲーム屋さんでした。お値段もですね、すごく買いやすいものもたくさんありましたので、この辺り行かれる方はぜひ、お店覗いてほしいなと思います。それではこちらで買った商品を紹介したいと思います。はい、G ファン石神井公園店で購入してきたものはこちらの、サガ2秘宝伝説、購入金額が2200円でした。こちらの G ファン石神井公園店は本当にこういう箱付きのゲームもたくさんありましたし、お値段も割と手頃で結構何個か買おうかなって迷ったんですけど、ちょっとキリがなくなりそうだったので、その中でも一番気になったこちらのサガ2を買ってきました。こちらすごく思い出の、ゲームでもありまして、やっぱり箱付きいつかは欲しいなと思ってましたので、買ってきました。で、中身も少し開けてみてみたいと思います。この大きい箱が結構特徴的ですね。こちらのサガ2はもうかなり箱の状態はもうベコベコですし、ハゲもあるんですけど、今この2000年代で2200円ぐらいで買えるっていうことはあんまないのかなと思いまして、買い時かなということで買ってきました。はい、じゃあちょっと中も見てみたいと思います。はい、ちゃんとね説明書も入っていました。やっぱりサガ2は音楽がとにかく私は好きで、こう暇な時に YouTube とかでもねサガ2の動画とかを見たりしてるんですけれども、またやりたいなと思ってます。すごくやっぱり遊び応えがあって、ゲームボーイの中ではかなり好きなゲームですね。はい、説明書とこちらソフトもケース入りで、ちゃんと入っておりました。ちょっと黄ばみはありますけども良かったかなと思います。はい、こちらはちょっとおまけなんですけれども、
先ほどの G ファン石神井公園店の近くに、古本屋がありまして、そちらにレトロゲームは、売ってないんですけども、ちょっと関連品がありましたのでちょっと買ってきました。ここすごく昭和レトロな、雑貨とかも少し置いてたりして、すごくいい古本屋さんなので、G ファンに行かれる方は合わせて、見てほしいなと思うんですけど、まず購入したのはこちらのサガフロンティアのサントラですね。こちら700円でした。相場よりも結構安く買えたんじゃないかなと思います。あとはこちらのゼルダの、時のオカリナの、攻略本、こちらも300円で買うことができました。結構他のお店だと500円とか700円とかすると思うので比較的安く買えました。でその中でちょっと気になったのがこちらのタイピングゲームのぷよぷよが、CD コーナーに置いてまして、一応ゲームということで、買ってみました。でこちらはMac と Windows 両方で遊べるということなんですけども、だいぶ古いのでちょっとできるかはわからないんですけども、ちょっとできたらやってみたいなと思って、買ってみました。はい、ちょっと中身を見てみましょう。ちょっとぷよぷよ感が本物のぷよぷよなのかなと思うような、少し、ちょっとあっさりした感じのあれなんですけど、一応セガの、文字も書いてますね。2001年なので23年ぐらい前のものらしいんですけども、説明書も一応ちゃんとついてましたね。タイピングで遊べるということで、どうなんで普通にぷよぷよとして遊べるのか、やっぱりこうやって文字を打つことで、ぷよぷよ連鎖できるのかとかちょっと気になるんですけど、ちょっとすぐにはできる環境がないので、できるかどうかやってみようかなと思っています。はい、今回購入したのはこちらの3点でした。東京都の練馬区、ですね、レトロゲーム購入してきたものを紹介させていただきました。大泉学園とか石神井公園、この辺りすごくゲーム買える場所がたくさんあるので、今回は2つのお店プラスちょっとおまけで古本屋さんで買ったものを紹介したんですけど、他にもいっぱい売ってるところありますので、いろいろ巡ってみてください。今回の2店舗もすごく距離が近いので、こう歩いてても、30分ぐらいで回れるぐらいの、距離感になりますので、散歩がてらとかもぴったりだと思いますので、是非、お近くの方は行ってみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。